Meshtabi, Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi Ramen of the year 2024-12 des. それでは早速、Let's get it started. 1. Sapporo. Itetsu. 札幌中心部たぬき工事7丁目にございます。年季の入った親父さんがやってる年季の入ったお店。こちらは30年ほど前、知る人ぞ知る伝説の名店として語り継がれている富港だった場所。1992年、52歳の若さで他界した創業者菅原富義の店舗を当時常連客だった今のご主人がほぼそのままの形で引き継いでいるのがここ一徹さん。ドラマね。ドラマなんだよ。その伝説のラーメン、富港さんのラーメンは食べたことないけど、こちらが伝説の味噌ラーメン。スープ飲んではてなってなんなかった？なった。これ味噌ですかってね。そうなの。どっかで食べたことあるような。焦がしラードに白濁した豚骨のスープってのがどっちかっちゅうと旭川ラーメンっぽいのでしょう思った。だから札幌では特別だったのかもしれないわね。もやし炒めたのが乗っかっててね、間違いなく味噌なんだけど、旭川の老舗八谷の塩ラーメンみたいな味がしたんです。好きっすねこのラーメン。私も好きだなこの感じ。今年一のラーメンです。おー、よかったね。なんでも富港さんの創業者菅原富夫さんは立ち行かなくなった靴屋から50日でラーメン屋への転身ってだから驚きよね。しかもその時手ほどきしたのが味の三平の創業者大宮森人さんってんだから、これまた驚きの札幌ラーメンストーリー。味噌ラーメン発祥の店味の三平の大宮森人師匠直伝のラーメン。しかもたった50日でまるでラーメンショップで半年働いて家系総本山吉村屋を作ったトラック野郎吉村実ストーリーのようだね。家系もそういう付け焼き場的な感じ？そうなんだよ。素人がいきなりプロから満塁ホームラン打っちゃったみたいな夢があるよね、飲食店ってのはね。 2. Obi Hero. Ramen Great. なんと帯広の地場スーパー福原さんと一つ屋根の下にございます。こちらのラーメン屋さん。そうなんです。福原といえばさあの愛ちゃんを思い出しますが、こちらの福原さんは十勝釧路管内に40店舗以上あるスーパーのチェーンなんでございます。そんな福原さんの一角にございますこちらのラーメン、視聴者さんからタレコミいただきましてね。まあスーパーの横にあるっていうだけであんまり美味しそうなイメージではなかったのよね。そうなんだ。ところがどっこい、見てくださいこの個性的なビジュアル。うわ、サイケデリック。サイケデリック。うわ、美味しそう。食べてみたい。でしょう。見た目でよだれダラッダラでございます。ホアジャオの香りがいいですね。しびれ加減が絶妙でございました。これは美味しい。甘みと辛みが見事に絡み合い、ホアジャオがピリッと味を引き締める。そして帯広にありながらなんと麺は森住製麺の中太縮れ麺だ。これは担々麺史上一番好きなタイプ。でのより？でのも美味しいけどね、これがナンバーワンかな。でもまだ1回しか食べてないからまた食べにゃね。あら、ますます桑名正宏セクションボーイウェイナンバーワンね。でもね、一番人気はスタミナラーメンっていうメニューらしいのでね、めっちゃスルーする。そいつをいただくのがとても楽しみです。スタミナラーメン、どんなスタミナなのかしらね。楽しみなんだよ。3. Sapporo. Solato Daichi no Tomato Men Veggie. 東札幌にある今やトマトラーメンの巨匠ベジーさん。はい、トマトラーメンも美味しいんですけど、なんつってもベジさんはエビトマトがうまいんですよね。これラーメンですかって感じ。スープパスタとも思える濃厚トマトスープに野菜たち、完全イタリアンって印象ね。ねえ、いいでしょう。
エビトマトパスタみたいなライトなアメリケーヌソースのようでもある。そうなの。それにパッツンパッツンのストレート麺がボーノボーノでございます。徐々にエビ味噌を溶いたり野菜にディップしてつけてもとっても美味しゅうございました。これは美味しいですね。トマト麺だけでも美味しかったけど、エビ味って最初からこれあったかな。ちょっと覚えてないんですけども、オープンして15年ぐらいになるはずだからね。そうなんだ。私は初めてのベジーさんに感動。めちゃめちゃエビ味噌美味しい。エビって私のためにあるようなラーメンでございますでございますでしょう。はい。めちゃめちゃエビペースト美味しいでしょう。野菜もいっぱい、リコピン大量摂取でシミやそばかす、さよならさよならさよならだといいね。ここでしか味わえない素晴らしいラーメンだね。で、そうだ、アウトレットにもできたからね、行きやすいよね。そうなの。アウトレットのフードコートでは豚ハゲさんと並んでるから、トマラー豚丼セットで食欲が止まらないの。それは止まらんね。4. Sapporo Chuka Soba Wusaji。 北27条の住宅街に朝も早うから行列です。こんなところに朝ラの行列ができているとは。そうなんだ、知りませんでしたね。寝起きの不倫カップルから子連れファミリー、旅人ライダーまで幅広い方々が朝ラで大集合でございます。なんと上りには森住製麺の文字が。嬉しいじゃございませんか。いえ、森住製麺、子連れファミリーが多いのも驚いたね。ああ、でも食べて納得だね。子供にも安心して食べさせられる、そんな印象の優しいラーメンでした。いやー、美味しかったね。札幌煮干し中華そばで一番かな。これ濃厚煮干しの美味しい店は何軒かあるんだけど、あっさり系ではここ抜群ですね。ちょっと背脂入ってるけどあっさりいけんの？いける。また森住さんのこういうタイプの麺初めて食べたけど美味しいですね。こういうってどういう？低加水ストレート細麺なんだけど、伸びづらくコシのあるタイプ。高水プリプリのイメージだけどね、森住さんは。だのさ、いや、愛がありますね。この一杯のラーメンにシナチク一つとってもこんなでけえのいらんしって思う中で、このシナチクがべらぼうにうまい。あら、よろしくシナチク。北海道とか札幌らしいっていう感じのラーメンではないんだけれども、全国区でも戦える中華そばかと思います。おでろぐ日本ベスト3に入る素晴らしいラーメンです。おでろぐ？あたの中での食べログみたいなこと？そう。すごい。茨城の大絶賛してた店と比べても？ああ、市川さんね、あそこは日本一言われてるからね。あそこはおでろぐの中でもナンバーワンかな。今んとこね、ここおいカツオっていうメニューがありましてね。おいカツオでしょ？あ、そう発音すんのかい？常連っぽい不倫カップル2人が同じおいカツオ頼んでたからさ。だから違うって。なんて不倫ってわかんの？なんとなくさ。次回はおいガツオにおいライス食べよう。私も。5. Sapporo Shiki Soku Zeku。 2022年オープンの新生ですね。環状通りの豚キング向かいにありますこちらのラーメン屋さん。そのラーメンマニアしかわからないランドマーク、なんとかならないかな。そうか。詳しい場所は概要欄のマップをご覧くださいね。はい、こちらは色即是空は汁飲み干しちゃう店だでおなじみ。飯旅では札幌鶏白湯ラーメンズや夏ラーでご紹介しております。色即是空とは般若心経からの引用で、この世の万物は形を持つがその形は仮のもので本質は空であり不変のものではないという意味かららしいっす。国語2位だったんでよくわかりませんが。あら、2位。私3。何そのドヤ顔と微妙な優越感。全粒粉入りの麺が美味しいんですよね。ここは食感といい味といい、なんとも他では味わえない独特なメンディー。スープはポタージュタイプクリーミーなんだけども濃すぎず上品な味。味わい深くあっさりながら旨味の詰まった透明感のあるスープなんです。
鶏白湯のお店は大概美味しいけれども、ここはその中でも抜群ですね。ポタージュや系ね。ああ、そう、完全にポタージュや系。店内のあちらこちらから、ポタージュや、ポタージュや、ポタージュやって声が聞こえてきます。大げさ。季節ごとの限定ラーメンもいちいち美味しいんだよね。夏の冷たいラーメンも超美味しかった。全粒粉入りの麺が超絶美味しい色即是空は汁飲み干しちゃう店です。そう、全粒粉入りの麺が超絶美味しい色即是空は汁飲み干しちゃう店なんです。もうすっげえ構わない。イェイ。6. Abetsu Chukalo。 こちらは広東麺部門ね。江別食べまくりをしている時に偶然見つけた中華屋さん。イオンのインテナントだったんで、ショッピングモールのお店ってあんま美味しかった試しなかったのでね、眼中になかったんですよね。そうなんです。だけど人生最高の広東麺と食べログに書いてらっしゃるパイセンがいてね。そうそう。それを偶然見つけて、しかもうずらの卵が入ってないのが残念だってね。そうなんです。あれ、ほんでこんなの書いたっけって思うぐらい同じようなことをおっしゃってるパイセンがいらっしゃったんでね、いても立ってもいられず実食見分したっけね。あら美味しいってね。はい、こちらは調理場も全員中国の方だそうなんですが、広東麺ってメニューがあるんです。そうなの。中国には広東麺って料理は存在しないはずなんだけど、広東麺なの。これがうまかったね。広東麺特集でだいぶいろんな広東麺食べたけど、求めていた広東麺ここにありましたって感じ。全然お腹空いてない時に行ったんだけどペローいっちゃいましたね。これ好きっすわ。よかったね、美味しいの見つかって。でね、ここ札幌にもお店があるってことでね、北二条とサンピアザに。そうなの。それで早速サンピアザの方にも行ってみたんだけど。そうなんです。でもなんか様子がおかしかったんだよね、北二条にはまだ行ってないから近日中に行ってみやだね。だね。江別に行ったら絶対寄りたい中華屋さんですね。はい。7. Tokyo Shijimi Ramen Kohaku。 突然ですが、飯旅ーズ今年日本一周したんですね。いろんなラーメン食べてんの。なので江戸です。江戸なのにしじみラーメンが美味しいの。行列が途絶えませんね。並んでますね。ラーメンには珍しく女性が多かったですね。それだけでなんとなく味のタイプの想像がつきます。しじみの産地絡みの有名店も各地で食べている飯旅ーズではありますが、断然美味しかったのはこれだ。ワンツースリー。そうなの。見てください、この透き通ったスープ。おー、ミネラルウォーターみたいに透き通ってる。一口飲むと、わあしじみって声出ちゃって。いや、しじみだし。ストレートのつるもちっとした麺のうまさがたまらない。あら、シンプルなしじみの優しいスープのうまみがダイレクトに脳を刺激する。思わず会員しちゃいました。グリーンが会員するとはすごいね。グリーンが飲み干せるラーメンスープなんて100軒に1軒あるかないかぐらいっしょ。そうだね。もう奇跡のちょうどいい塩加減。これ毎日飲みたい。グリーンラーメンランキング第2位だね。それでも2位。8. Fukuoka Nagahama Kei。 福岡の大好きラーメン。これ何かとお家騒動やややこしい長浜ラーメンですがね、長浜系やら長浜屋やら長浜屋台やらね。そうそう。その辺のややこしさについてはスルー。全部食べた上で一番お気に入りなのがこちら。ラーメン通の方からは通称ケイチと呼ばれてるんだって。ケイチ？あ、ケイチね。なるほどね。長浜家の一番目のお店ってことね。本当の元祖は長浜屋で、ここがケイチ。中洲の川端のとこにあるのが2番目の長浜家ってことで、ケニってことね。ややこしい。なんとこの何でも値上がってる世の中、値上げゼロ。そしてあの匂いも
ゼロ。お値段驚きの500円なんです。どうしてこういうラーメン北海道にはないんだろうね。もちろん札幌っぽいラーメンも好きだけども、こういう超あっさりクイッキーな手軽なラーメンがあってもいいと思うんだけどな。これ今まで食べたことないラーメンの中で一番優しいんじゃないかな。この長浜家のスープは美味しい透き通った優しい豚骨。ほんとこれ、タレ入れ忘れたんじゃないのっていうぐらい優しいよね。タレが白状に用意されてるっていうのが素晴らしいじゃないですか。さすがに我々もラーメンタレインしちゃいますもんね。ですもんね。紅生姜にごまもたっぷりと。ケイチは麺量多いしね。だけども皆さん替え玉はするんだね。わんぱく男子多いもんな。ここは麺のオーダーが5段階あってね、聞き慣れない言葉で馴染めないんだけど、マナ、カタ、普通、ヤワ、ズン。硬い方からね。スープが3段階、あっさり、普通、こってり。次々にお客さんがもう吸い込まれるように入ってくるよね。何が嬉しいって24時間営業だよ。好きな時に食べられるってのがありがたい。3食長浜家ってのが可能だ。最高。このご時世でもう感謝しかないですね。福岡に行く楽しみの一つですね、ここは。ね。いやメインね。9. Abetsu Minjushu-kei。西のっぽろの江別恵庭線沿いにある中華食堂。旨辛もっちり刀削麺がめちゃくちゃ美味しい。刀削麺ってあんま美味しいものではないという印象がガラッと変わりましたね。麺はきしめんのような太さというか、極太のうどんの乱切りって感じ。そうだね。これがもっちり柔らかで美味しいんだよ。スープはなかなかの辛さなんだけど、その中に旨味があります。それにこの麺ってのが最高だね。ここに来なきゃ食べられない、間違いなく最上級の刀削麺ですわ。美味しい。辛さが何段階まであるのかは不明ですが、お姉さんの言う通りに普通より2アップで注文してみたんだけど、これが結構辛くてね。すするな危険。すするとプハーいっちゃいそうな辛さは年焼き。辛さ的には美味しくいただける許容範囲ギリかな。そう、私はまだまだいけそうな気がする。スープに甘さがない分、白菜と豚肉の甘さがオアシスになりますね。でもノーマルでどれぐらい辛いかわかんないから、次回はノーマルでいってみようかな。じゃあ久しぶりに滝のような汗でしたね。大変さ。ティッシュ使いすぎね。出ちゃった。10. Obihiro Chuka Soba Marufuji Show 10。こちらは帯広の中華そばリコメンド店ね。2020年オープンだからかなり新しめのお店のようです。事前調査したところ、優しい昭和の昔風ラーメンって書き込みが多かったんでね、優しいっていうのは嬉しいんだけども、あんまり期待してなかったんです。実はスタンダードな昔ながらの中華そばっぽいのかな思ってね。ところがですよ、出てきたラーメンがこちら。中華そばはやっぱ醤油からでしょうってことで醤油にしましたんですが、これはひょっとして正解。新し系ね。そうしよう。出てきた瞬間ネオっぽい中華そばだな思いましたね。それはデオ。ネオはギリシャ語で新しいを意味する言葉で、最新であることを表す英語のニューとは異なり、復活やリニューアルの意味も含まれます。なるほどね。ネオ中華そばってわけね。なんたって麺が美味しいんです。これ北海道にはなかなかないタイプの麺なんだけど、パッツン目のストレートでしっかり歯ごたえのあるデンテ。美味しそう。パッツンに歯ごたえあるデンテ。そうこれが抜群に美味しい。これ麺がウルトラうまいから油そばも美味しいんじゃないかな。塩も他の味もぜひ食べたいお店です。塩もうまそうだったんだよね。隣で塩を食べてるおいちゃんがいてね、ずっとなりながら食べてたからね。いや食べたいわそれ。また帯広行くのが楽しみですね。11. Tsukuba Chuka Soba Ichikawa。
2010年11月に龍ヶ崎市で麺風店として創業。2011年10月より煮干し中華そば市川として営業を開始。現在のつくばには2012年11月に移転したんですって。何やら波乱の幕開けだったんだね、市川さん。何があったか存じませんが、それにしてもこちらの煮干しそばはそんじょそこらの煮干しとは違いますよ。そんなに違うんだ。びっくりしましたね。こんな美味しいラーメンがあるんだってね。一口飲むと煮干しのビターな旨味がガツンと力強く、醤油も強めに効いてんだけども、これが嫌じゃない。むしろそれが心地よいスープでね、これはうまいぞーってね、久々に衝撃的な美味しさの食べ物に出会いました。そんなに？そりゃ大行列になるわけね。なんとこちら替え玉ならぬあえ玉、追加料金200円で食すあえそばなるものがございましてね、これがまた絶品なんですわ。何それ、ずるい。ずるいって要するに替え玉の麺をつけ麺中華混ぜそば風に混ぜ混ぜして食べるんだけど、これぞ唯一無二の名人級ラーメンですね。素晴らしい感動の一杯でございました。めちゃくちゃ食べたいんですけど。っていうか2杯になるんだけどね。そうか。これは食べるべきです。食べる。死ぬまでにあと3回は食べたい尊敬のラーメン。でもハードルかなり高いわね、これ。2時間ぐらいかかったかな。でもまた絶対食べたいですね。行こう行こう。こちらのお店、ラーメン以外の撮影は NG になってますんでご注意ください。看板がなくて大変だったのよ、これね。分かんなかった。店の名前が書いてあるのはここだけなの。わからんちゅう。自動販売機のあえてそうしてるんですね。わかんない。あれ人が並んでなかったら絶対わかんなかったよね。人が目印。すごい中華そばです。12. Sapporo Noodles Japonais Tokuichi。そして札幌が誇る超ネオなラーメンね。初めて来た頃は余裕で入れていましたが、今やかなりハードル高めのラーメンになってしまいました。超人気店になっちゃいましたね。お盆休みも重なり、オープン前からこの行列。ミシュラン星一つですの札幌フレンチの名店ル・ミュゼが監修するラーメン。そしてイタリアン出身のオーナーシェフが作るラーメンという神出鬼没ラーメンに皆さん興味津々なのでは？国内はもちろん海外の観光客も倍でしたね。すごいですね。ということでリードオフの塩醤油もものすごい美味しいんですが、この油そばが感動でしたね。これはもうラーメンなのって感じ。最初おいおい麺に泡しか乗ってないぞと思いきや、なんと麺の下に美味しいのがいろいろかくれんぼしてましてね、よーく混ぜてお召し上がりくださいって言われたんですが、映像的に混ぜたら汚くなると思ったので、しばらくはあまり混ぜずにいただいております。徳一さんにしてはしっかりとしたコクのある醤油味。これはどんなタイプのラーメニストも虜にする味かと思います。ラーメニスト。椎茸の風味がポワーンといい仕事してますね。タレだけじゃない。素材の風味が複雑に調和して絶妙な美味しさになっちょる。これは人生最強の油そばであることは間違いない。毎月月替わりの新作が出るので、マンスリーも目が離せない徳一さんねえ。だけど最近行列がヤバすぎちゃってね、なかなか。だのさ、また締めにライス投入して書き込むラストスパートがめちゃめちゃスペシャル。抜群に美味しいっすわ。ほんとね、なんか一皮むけた感ありって感じ。最近のこういうラーメンねえ、新時代を予感させる革命的なラーメンです。というわけで、私たちが今年食べたラーメンで印象的だったものをご紹介しました。日本中食べてるのに北海道が多いってのはひいき目ってのもあるかもだけど、北海道には美味しいラーメンがいっぱいあるってのも確かなことだと思います。そうね、来年も日本ぐるーっと一周食べまくろうと思ってるので、ぜひ皆さんの美味しい情報を教えてくださいな。よろしくお願いします。Jakai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Katsu Curry of the Year 2024 des. Otanoshimini
See you soon. というわけで2024年はい。ラーメンご紹介させていただきましたが、全国ツアーで各地のラーメン結構食べたじゃんか。まあそうね。だけどこうエントリーに出してったら気づけばなんか北海道のお店率が高くなっちゃいましたよね。そうですね。結構口に合わないラーメンが意外と多かったですね。特に西。ね、なんでしょうか。まあたどり着けてないっていうのもあると思うよね。その観光客の人が食べるお店がどうしても食べログとかでは上位の方に来ちゃうから、まあそういうところを一通りやっつけてきたっていう感じだね。まあ北海道でもそうだよ。その食べログの上位にあるところはそんなに美味しいのばかりではないっていうのはね、同じだよね。そうだね。で特に九州の方匂いがね必ずと言っていいほどありますんでね。匂いはなかなか馴染めないですね、我々はね。そうですな。もうあれだね、ニセコで会った九州の子がやっぱりあれじゃないと豚骨を食ってる気がしない。それってる女子大生でと思ったけど、やっぱ好きなんだね、あれはね。だから豚骨、北海道ラーメン美味しいからいろいろ行きたいんだけど、やっぱ豚骨を欲するんだって。でコンビニでやった豚骨ラーメンあったと思って食べたら、なんじゃこりゃってすごいショックだったんですよって訴えられて、マジでちょっとだから山岡屋がね、存在し続ける理由ですよね。好きな人がいるっていうことだ。そうだね。そうなんで。で1周目の日本一周がね終わって、4ヶ月ぐらいかかった？ 3ヶ月4ヶ月近いですかね。まあそれも結構駆け足で行ってるんで、本当はねもっとゆっくり回りたい。こんなに食べるのを目的に旅する人ってそんなにいないのかもしれない。でも視聴者さんでほら来年もピザツアー、北海道に来るっていう人は多いけどさ、北海道から向こうに行くっていう人はなかなかいない、まあなんかこの我々の動画をきっかけにね、これ食べてみたいって思ってもらえて旅に出てもらえたらちょっと嬉しいかな、海外今めちゃめちゃ高いんでね。ただただガソリンが高くて驚きだぜ。そうなんです。九州行きたいんですけど九州ガソリンが鬼高いので今週からまたガソリン上がりました。北海道170円160円台がなかなかなくなりました。でもこれね北海道以外の人が聞いたらびっくりすると、北海道そんなに安いのってね。そうだね。ほぼ200円ですよ。いや死ぬ税金を取るなよ。もうこんなにガソリン高いんだから。徒歩で旅する。徒歩じゃんか揮発油税半分揮発油税なんだぜ、それに揮発油税を乗っけた揮発油税分にも消費税かけてんだよね。だから逆に皆さん来年ね雪が溶けたら北海道においでなさい。北海道安いですよ。安いですよ。花川の丸紅、飯旅調査では全国で一番安い。先週花川の丸紅で給油しました、リッター154円でした。ありがとうございます。札幌近郊で給油される時はぜひ丸紅いいんじゃないかなと思いますよ。ちなみに現在どうでしょう。全然コストコ154円ですね。コストコのガソリンはコストコのメンバーじゃないと入れれないんですか。ちょっとね入れたことないんで僕はいつも花川で入れる。そうですね。変わらず154円ね今週も。本当だ。これ便利ですよ。ガソリン55ガソリンスタンド、全国の見れますからね。200円超えますね。もうね90円台後半ですね。いや恐ろしい世の中になってしまいましたね。残りわずかの2024年平和に